こんばんは。ナレーションを務めております語り手です。今回は外伝シリーズを支えてきてくれた量産機たちでラスボスに挑んでみたいと思います。今回登場する機体は全てフル改造しており、性能は過去の動画で公開した能力が基準になっております。では長丁場となりますが、今まで活躍してきたパイロットたちと量産機でアンセスターとの決着をつけに行きますので、どうぞよろしくお願いします。まずはベルゲルミルを瞬殺して少しずつ気力を高めていきたいと思います。こちらバニング、これより敵と交戦に入る。甘いぞ。これでどうだ。当たれ。と本日も戦術の基本となるのが援護による連携の積み重ねで、塵も積もれば山となる作戦でいきます。ベルゲルミルは HP 回復もないので、サクッと倒して出撃しているパイロットの気力をバランスよく上げていきます。特に本日の中心となってくるのが浦木少尉こと王子で、射撃215の援護を生かしながらバニング大尉と突破口を開きます。甘いぞ。さらに過去の動画でリック・ディアスで無双したアムロ大尉が、あくまでも邪魔をするつもりか。来るのか。そこだ。射程内に入った。攻撃できる。まず最初の難関になるのがすりさずしが乗るベルゲルミルで、 HP が 60%、40% 以下になると全回復と精神コマンドを使用してきます。またガッツが発動すると命中率、回避率が一気に変わってくるので、そういう気を時つけなければは身をなりません。隠すんだ。お前たちでは地球の後継者にはなれない。戦いを繰り返すだけの人は滅びてしまえ。甘いぞ。戦いは一瞬で決まる。俺はお前を助けに来たわけじゃない。ここまでの反撃は許してやる。当たるわけにはいかない。私も攻撃する。そんなもので僕のベルゲルミルは倒せない。逃げ回っても無駄だ。じゃあ次の攻撃を楽しみにさせてもらおう。すでに地球はアンセスターのものだ。もっとよく狙え。全力で精神コマンドを使用してこられますが、ワンフェーズしか効果がないので、次のターンから攻撃を再開すれば問題はありません。いい感じだ。そして援護攻撃と各機体で地道に攻撃を当てることで一気に HP を削りました。来るのか。そこだ。
奴らにここまでの力があるとは。愛を繰り返すだけの人は滅びてしまえ。かわせたか。次の行動に移る。俺はお前を助けに来たわけじゃない。お前を倒すのはこの俺だからな。マシンナリー・チルドレンの僕が。ガッツが発動していましたが、アムロ大尉の回避の高さと王子の命中の高さを生かしてすりさずしを撃破です。貴様ら痛みを感じないんだろ。ラッキーだったな。わかったかい。アンセスターに盾ついても無駄なんだ。この暗殺士も HP が 60%、40% 以下で全回復と精神コマンドを使用してくるので、来るのか。地道に攻撃を当てて削っていきます。わかったかい。かわせたか。救いであったのがすりさずき、暗殺ずきともに分身がなく HP 回復が小だったので、手数を増やせば十分に落とせる相手でありました。すりさずしと同じくガッツを持っているので HP が4分の1になってからが要注意です。こちらバニング、これより敵と交戦に入る。ここまでの反撃は許してやってもいいんだよ。もっとよく狙え。俺はお前を助けに来たわけじゃない。へえ、そんなもので僕のベルゲルミルを倒すつもりとはね。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。粉々にしてやるぜ。へえ。ここまでの反撃は許してやってもいいんだよ。バニング大尉と王子の信頼補正ありのコンビ以外に、もう一つ戦術の核となるのがバザーで購入できるドーベンウルフですね。とどめがさせなかったことを後悔させてあげるよ。滅びればいいんだよ。危ねえ危ねまだまだ私もいるよ。プルジョーも受動士と信頼補正があり、援護も2回できるので、攻撃力4200のメガランチャーでいかに削れるかがポイントとなります。またプルジョーのレベルが51と低いので、後半戦に向けてなんとかここでレベルを上げておきたいところです。マシンセルの修復が間に合わないなんて。私モビルスーツの操縦には自信があるもん。え。俺はお前を助けに来たわけじゃない。お前を倒すのはこの俺だからな。嘘だ。マシンナリー・チルドレンのこの僕が。2人のカオル君、いえメキボスではなくイーグレットを倒したことで本日の本命が登場します。
地下勢力から人類を守ったけど、地球を汚染する人類に絶望したから、地球の未来のために人類を抹殺したいメーガス氏ですね。ああ、やってみる。このターン X すごいよ。さすがターン A のお兄さん。かなりの連戦になるので頼りになるカプルと、底力が発動したオン対象に量産機の星トーラスとなります。トーラスは変形で空陸に対応することができ、オン対象の射撃の高さと援護に底力によってクリティカルも発生しやすくなります。またビームカノンも移動後に使用ができ、弾数20と多いのも助かります。このメーガス氏ですが、捉え方によれば射撃命中は王子よりも能力が低く、攻撃も当たらなければどうということはありません。私に触れたか。これでお前の死は確実となった。地球の後継者はお前たちではなく、我々アンセスターなのだ。そんなものに当たるか。お前の生体反応のデータを取りつつ、神の国への引導を渡してやる。面白い。その機体マシンセルでアウルゲルミルに取り込んでみるのも一興か。愚か者が我がターン X の餌食にしてくれる。旧人類の力など所詮はその程度か。この一撃でお前はこの世から消え去るのだ。体内から出てくるアストラナガンが衝撃的ですが、メーガス氏も HP が 80%、60%、40% 以下になると精神コマンド全開できます。人の死に乗った世直しを認められるか。データ通りの力しか発揮できないようだな。アウルゲルミルを前にして生き延びることはできない。かわせたか。次の行動に移る。私も攻撃する。単調な攻撃パターンで私を倒せると思うな。ここも精神コマンドを使われてもワンフェーズしか効果がなく、次の敵フェーズでは通常通りに戻ります。少々髪が傷んでいるな。トリートメントはしているか。冗談だ。気を悪くするな。これで終わりにさせてもらおう。予想外の力。これが人間の人間たるゆえんか。踏み込みが足りんな。来たか。直撃させる。そうだ。こっち
ちを狙っても無駄だ。データ通りの力しか発揮できないようだな。アウルゲルミル戦に関しては運動性が命中に関係していないシステムなので、ラスボス相手でも回避は楽にできます。なのでフル改造と言わなくとも運動性と強化パーツで回避と命中を強化していると意外と戦えてしまいます。メーガス氏が精神コマンドを使い切ったところで、本日の最難関の相手に挑みたいと思います。気力130以上で発動する分身があり、 HP、エネルギーともに回復が大の、さらにガッツがあるウルズ氏。もちろん HP が 60%、40% 以下になると精神コマンドを使ってくるので、こちらも精神コマンドをフルで使用していきます。身を隠すんだ。やはり君たちでは地球の後継者にはなれない。戦いを繰り返すだけの人は滅亡すべき存在だ。もたもたしてたらやられちまう。実力の違いを知りながらまだ諦めないと。やはり君たちでは地球の後継者にはなれない。けなげだな。本気でこのベルゲルミルを倒すつもりなのかい？当たるわけにはいかない。まだまだ死んだ。どうしてもベルゲルミルと戦いたいのか？必中がないと2分の1の確率で避けられてしまうので、必中持ちの2人を中心に攻撃を当てていきます。ここまでの反撃は許してあげるよ。何やってんだよ、下手くそ。私も攻撃する。ここまでの反撃は許してあげるよ。柔道の分も頑張るんだから。どうしてもベルゲルミルと戦いたいのか？ねえねえ柔道、今のを見てくれた？やはり私はそんなお前が好きだ。アンセスターに立てつくことの愚かさをまだ分かっていないようだね。このステージのクリア条件としてアウルゲルミルの HP を 30% 以下にするだけなのですが、ウルズ氏は意地でも落としておきたいところです。もう何の精神コマンドを使ったのか分かりませんが、こいつは俺が引き受けた。本気でこのベルゲルミルを倒すつもりなのかい？そんな腕じゃ俺には当たりはせんぞ。ならば私の手で殺して。やはり君たちでは地球の後継者にはなれない。精進内に入ったか。失礼。アンセスターに立てつくことの愚かさをまだ分かっていないようだね。私を狙っても無駄だということだ。射程内に入った。攻撃できる。ここまでの反撃は許してあげるよ。いい感じだ。
どうしてもベルゲルミルと戦いたいのか？行ってしまえ！とどめがさせなかったことを後悔させてやる。分かってる！どうしてもベルゲルミルと戦いたいのか？先に藤原の忍こと受動士でプル城の援護をいたします。やるかよ！ラングボーフォーメーションだ！どうしてもベルゲルミルと戦いたいのか？当たってたまるかよ！私もいるよ。どうしてもベルゲルミルと戦いたいのか？もう一度封じられるか、このギムギンガナムを！どうしてもベルゲルミルと戦いたいのか？甘い！柔道の分も頑張るんだから。マシンセルの修復が間に合わない。そんなの避けられるもん。そしてこの手数がギリギリの展開で切り札となる2人に登場してもらいます。邪魔じゃー！とどめがさせなかったことを後悔させてやる。危ねえ！何しやがんで！彼らにここまでの力があるとは。来るな！来るな！ガッツが発動し相手の防御力が上がっている中、ここまで数々のボスを落とし、最後にナイスアシストをしてくれたやはり私はピース氏です。 5人の中でお前が一番好きだ。好きなものを殺すと。だがそれが何とも言えず快感だ。バカ、マシンナリー・チルドレンの僕が。正直キース氏の能力ではラストステージを戦うのは厳しかったのですが、最後の切り札として奇襲の一撃が効きました。しかしウルズ視線に集中しすぎていたため、人類の犯した罪をアウルゲルミルが裁く。なんだこりゃ！隣に移動させておいたのですが、援護が発動せず、さらばモンシア注意。面白い。来たか！直撃させる！予想外の力を。フル改造したリック・ディアスと能力がラスボス級のアムロ対、やはりこの人の一撃が頼りになります。
人の死に乗った世直しを認められるか。引きはしない。いい感じだ。死ねそういけんだよ。そう死ね引きはしない。 HP を 30% 以下にするだけならば精神コマンドを使わなくとも引き受けた。攻撃を積み重ねるだけでいけるはずです。甘いぞ。園芸に興味はない。引きはしない。囲まれたぞ。絶体絶命というやつだ。我らではない。お前たちの方だ。エスターの者。ジムクエルの弾数が16発が地味に大きく、ラストの一撃で条件はクリアです。引き続きインターミッションを挟まずにメーガス氏との最終決戦となります。行くぞ。仕留めてみせる。まずは周辺のベルゲルミルを掃討した後、レベルが70に上がっているメーガス氏となります。機体性能は変わっていませんが、格闘射撃が200を超え、命中が308の能力はさすがラスボスと言えますね。ただメーガス氏よりレベルが低いのに射撃、回避、命中で勝っており、しかもニュータイプレベル7のアムロ大尉とはオロ君、この程度のダメージだと。 HP が80、60、50、40% 以下になると4回精神コマンドを使ってくるメーガス氏なので長期戦覚悟で戦います。単調な攻撃パターン。そうさらにベルゲルミルも投入してきますが、後半戦もひたすら援護と合わせて攻撃を積み重ねていきます。引きはしない。あとは私に任せて。そうHP50% の精神コマンド使用時では根性やど根性を使用しないので一気に 40% 以下まで削ります。予想外の力。どの精神コマンドを使ってきたというよりも4回目の使用時にど根性を使って全回復してくるメーガス氏、そしてこの後半戦も精神コマンドを使用せずに
量産機の性能とパイロットの能力だけで意外と戦えています。愚か。私に触れたか。波状攻撃を仕掛けるよ。私に触れたか。ますます殺したくなってきた。引きはしない。単調な攻撃パターンで直撃させる。そうまだまだ私もいるよ。引きはしない。引きはしない。来るのか。そこだ。データ通り我々アンセスターのもの。そんな間合いの詰め方では。落ちるがいい。単調な攻撃パターンでここまで来たら精神コマンドなしでメーガス氏を落としたいので HP を回復されることを考慮した上でギリギリまで削ります。甘い。さてこのターンをラストにしたいので再度全員で一斉攻撃を仕掛けていきたいと思います。お前たちでもない。単調な攻撃パターンで機体の動きに無駄が多いぞ。波状攻撃を仕掛けるよ。引きはしない。前に出てくるなんてそんなに死にたいのかよ。引きはしない。次は私が行くよ。データ通りの逃げ回っても無駄だ。予想外の力。考え事の最中悪いがお祈りの時間。引きはしない。せめて楽に死ねますよ。我らではない。お前たちの方だ。私も攻撃する。我らではない。底力が発動したことで命中、回避、クリティカル率そして走行値も上がるメーガス氏がですね。間に合わないというのか。当たってたまるかよ。マシンセルの修復が間に合わないというのか。私モビルスーツの操縦には自信があるもん。残り HP が5695となったところで射撃値の高い2人に本日の命運を託したいと思います。人の死に乗った世直しを認められるか。我らではない。あくまでも邪魔をするつもりか。落ちるがいい。ラストを飾るのはオン大将とトーラスとなりそうですね。月光町である。どうあっても我らの未来に干渉するつもりか。おのーれと676の HP が残りこれはもう1ターン行くしかないかと覚悟したところでこんなところにプルジョーと受動士の信頼補正を高めるため出撃させていたプル通常がフル改造したジェガンで残っておられました。しかも奇跡的にビームライフルが1発だけ残っているとは。ここだ、落ちろ。地球の攻
セスターが。ラスト、メーガス氏との決着をつけたのはジェガンに乗ったプル通常でありました。アウル・ゲルミルを倒したことで時空間に乱れが生じてエンディングへと進みます。そこにいらっしゃったんですか。今日のスープは美味しいですよ。ありがとうロラン、美味しかったわね。ありがとうございます。ディアナ様、また明日。ターン A ガンダムの最終回の流れを汲み取りつつ元の世界へ戻ったプリベンター部隊は衝撃波を防ぐためイージス計画を発動させます。
無事にイージス計画も成功し、外伝も最後までクリアすることができました。長丁場となりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。